いよって言ったの。おお、あれだそうね。熱いよ、熱いよ。鹿はこれは内ももですね。これを解体して前足後ろと、あとこのバラの部分、これはまあ後ろ足の部分ですね。後ろのももの部分。クマは、ロースが柵できたので、それを小分けしたものですね。ロースってまあ香草とニンニクと、あとオイルに漬け込んで1日寝かす感じですね。そうすることで焼いた時にお肉に水分があまり飛ばなくなってしっとりするのと、ちょっと柔らかくなる効果があります。まあ、ジビエなんか特にそうですけど、同じ個体は二度といないし、同じ肉がないわけです。今日食べてもらった肉は二度と味わえない肉なので、それによってやっぱ味付けも多少変えたりとか、お客さんの顔を見て、この人は薄味が好きだから薄味にしたりとかっていうのを個人店だからできることを、やっぱ天然の鮎なんで養殖じゃないし、もうみんなこんな美味しい鮎食べたことないとかです喜んでくれるので、もうちょっと早くやってればよかったまあでもこういう感じできれいに全部、1匹ずつ冷凍はしてありますね。胸肉ともも肉で使っていきますね。これ適当というか、まあ、一口大ぐらいに切っていくんですけど、もも肉ですね。ももは軽く掃除するぐらいですね。ちょっと余分な油とか筋の部分とか取ってあげて、自家製の味噌だれを絡めて置いて保存してって感じですね。これ自家製の味噌だれです。これとんちゃんにも使ってるんですけど、うちは赤と白味噌を混ぜて、あとはニンニクとか一味もろもろ、すりごま、ピーナッツペーストとかを混ぜたものですね。各多分そのお店とかによって味は全部違うので、基本味噌が使われているっていうのがあるんですけど、味は多分全然お店によって違います。まあ地元のその自分が美味しいと思ったお店の感じプラス、自分だったらもうちょっとこういう感じがいいかなっていうのをまあ模索というかして作ったりします。けいちゃんとんちゃんはやっぱりバーベキューとかの後に締めでうどん入れて、これで食べるのがだいたい地元はみんなやってました。これがとんちゃん真空ですね。さっきのけいちゃんの牛のホルモンバージョンですね。一晩漬
漬け込んだやつを全部小分けしてシンクして、注文入ったらこれ解凍して野菜と一緒に炒めるって感じです。漬物はこの前本当地元帰って、その捨て用の漬物を買ってきたばっかりで。あ、そうなんですね。地元でもとりあえず居酒屋行ったら漬け捨てで酒飲みながらみたいな。ホットプレートとか鉄板が家にあって漬物と卵で閉じてご飯と一緒に食べたりとか、もうずっともう定番中の定番。いつも自分取ってるのは後輩が自然農法で育ててて、もうお任せで詰め合わせでって言って取ったりしてるんですけど、万願寺だったりそこズッキーニが結構有名なので、ズッキーニ、あとナス、これもズッキーニですねとか、詰め合わせで取る時もあるし、他の地元から取ってる農家さんはで今だとパレルモっていうんですけど、で冬ネギだったり取ったりとかしてますね。続いては今日のお通しです。トマトと新生姜のさっぱり和えです。普段野菜取ったりは地元からはするんですけど、やっぱその1点だけ取るってなるとやっぱ大量に取らないと消費できないし、うちのこんな小規模なお店でその大量消費も難しいので、どっちかというとやっぱ詰め合わせみたいな感じでいつも野菜は時期を取ってて、でそれを使うようにしてて。塩と醤油少しとごまです。で一回ちょっと味見てって感じですね。で完成です。注文入ってからやっぱりすぐ提供なるべくできるようには仕込みは結構してますね。この2本が地元の酒蔵で樺酒造と渡辺酒造さんなんですけど、言うんですけど、本当に地元の人はもうこの2つばっかりですね、飲むのは。もうよその酒飲まないです。
で祭りとかをもう本当に裸祭りなんですけど、もう日本酒一升瓶持ってみんなもう街歩いて飲みながらみたいな。こっちの方が辛口ですっきり、地元の人はこっちが多いから。でこっちの人はちょっと女性とかよその人はこっちが多いかなって感じです。いろいろ賞も受賞したりだとか、東京にも何軒か置いてある店はありますね。宝が出してるクラフトチューハイ、多分全国でご当地チューハイ多分出してて、飛騨のリンゴ、飛騨ってリンゴ有名なんですよ。ワインは今飛騨高山で2、3年ぐらい前から作り始めて、やっと飛騨高山でワインができたんですけど、地元でワイナリーができてできたワインですね。白ワインですけど、あとウイスキーもドルティーソルトっていうウイスキーあったりだとか、意外に何でもありますね飛騨飛騨。ひなトマト。違う普通にこも豆腐と厚揚げって揚げ漬け。わざとこう豆腐に酢を入れ、酢って穴あるんですよ、あれを巻き酢で豆腐を巻いて酢をそれで煮るんですよ。でわざと酢を入れて染み込ませて、熊なんてあんだ。まあそうですね。だから結構何でも焼く文化なんですよ。だから煮物とかも次の日焼いて食べたりとか、なんか結構焼きがちです。奥の人がそうか。で宮川だね。はい、サンキュー。油揚げベースなんだけど、だし醤油ベースで漬け込んであるから、もう何もかけずにこのまま熱いうち食った方がいい。日本酒に合う味だよね。
おいらっしゃい。もはや。あれ今日あやさんもさたらあそう全然そう別件かもったあ別件あやさんそういうこと昨日連絡来たんですあと月のワグマはちょっと牛に近い部分はありますね。あ、肉食べてるっていう感じはします。主に飛騨自分の地元のものを使ってますけど、そうですね。1年ぶりぐらいで牛に熊鍋作ったの。安って美味しいんだっけうまい。いいよ。今作ってるから。角煮の一口。食べなきゃわかんないからね。うまいよ。でもね、毎日の駆除で駆除したらやっぱりいただかないと。いただかない。日本全部のね、粉が出てる。でもまあ。まあだから生焼けにならないぐらいで火通るぐらいロゼ色になるぐらいを見極めて焼いてます。感覚とあとは触った時の肉の弾力、アルミホイルで包んで中に火入れ、だいたい焼いた時間と一緒の時間ぐらいは休ませる。今何なの？付け合わせで柚子胡椒と塩と自家製のスパイス。違うだから母親とはそれぐらいでもっと縮んでるからはい、お待たせしました。柚子胡椒と海塩と自家製のスパイスです。お、マイツテツ。何これ？そう、新岡の新しいです。ウイスキー。これうまいんすよ。これうまい。ウイスキーの色。柔らかいな。すごい。このラビットの色可愛くないですか？うん、可愛い。そう。ワインみたい。そう隠し出したんですけど。あ、そうなの？知らなかった。めっちゃ入ってくると思って。あ、そういうこと？
ほい。へえ。新大阪の駅で。タコパ。パンの麺だよね。まあ、鹿は高タンパク低カロリーで鉄分がめちゃめちゃ多いのですごいなんか女性にいいって言われてて、で脂身がほぼなくて、まあ、赤身ばっかりなのですごいヘルシーだし。5万円分。コートも受注会みたいな。ネットが今日から始まっただけど、コートはブーツの受注も始まったけどね。私がずっと欲しかった。よく見てね。頭使うから。サンマってありますか？サンマお刺身でいただいていいですか？なんかこう煉獄いられると比較対象がいるとなんかリアルに感じますよね。いやでも花家はみんな若いから、いやそれをね一般論で論じ合うと俺たち困るからなんか一蘭の失礼だけどもお父さん英語が分かんないんだけどインバウンドサハーしてっからね。ああ、俺行った時さびっくりしちゃったよ。そうか、だって言ってんすもんね。何回か行ってるから。すごいよな。いやムチがどこなの？有名なマニアック。フットワークどうなってるんですか？嬉しい。有名なの。そううまかったよ。うん。今年のサンマいいです。今年のサンマいい。ダメじゃん。後ろ見てる後ろ。疲れたでしょ。みたいなのがありましたけど。なんで？優しいおじいちゃんって言うんで。両親とも高齢者が。おじいちゃん。ケイちゃんいただいていいですか？はい。豊橋そのお店なんですって。買い物してるから値段は気にしない。ただ仕事終わりに買い物とか行きたくないから、買い物したらしばらく常備してね。はい、ダメ大事。はい。いただきます。そうですね。納豆もこれです。入れ物だと、それとか、それはあれにまだろうっていうか。大丈夫になった。なるほどね。私らもマグロ尽くしになってる。35枚です。今だったら多分持ってる。当時若すぎるみたいなさ。自分で言うな。今もないけど。自分で言うな。今もその時もお店やってるし、いろいろ背負ってるものが。いや、背負ってる。ぶりっ子割りたいんだったら
けっちゃん。おお、あれがそうね。熱いよ。あ、すごいすごいすごい。ちょっともう一杯ビールですね。僕は歩むって聞こえました。時間を制しイケメンが作る料理もできだってこれがこの店だろ。バーだよな。バーなんですけど、来るのがワイン向きになる。あ、ちょっとこうキュンとする。キュンとするみたいな時に使うんですか。その風景とかにはあんま使わない。一人対しての感情ですよね。そう。でもそこにちょっとさ、ラブとか好意があるっていう家にあるから製造者。製造者。違うんだ。アンミカさんが出てきた。最近私がちょっと来てなかったので。おお。僕もまあでも来てなかったっていうかタイミングが悪すぎて。最近ちょっと貸し切りが多すぎて。いいんじゃない。頭表通だからでも下にお米入ってます。入ってたよ。でちゃんと子供も乗っかってね。いいんだよ。侵食しないんだよね。入っていかないの。ほんのりカレーの黒ご飯を。パンパンかってくれ。炭水化物をね。そうですよね。いや、しかも僕ね、名古屋4年住んでます。でもこれは私行かないですよ。マジかです。ああ、確かに確かに。それ誰なの？全部。ここの店は味がね柔らかい。塩味とか濃くないけど味は深いですね。あれでしょ？しかも地元だから今どれだけ鹿とかが破棄されてるか、多分知ってる人ってあんまりいないと思うんですけど、もう 95% 以上捨てられてるんですね。すごいやっぱ自分はもったいないと思うので、もうスーパーでこう普通に並ぶぐらいのレベルまでは自分はもうなってほしいなって。そのためにもやっぱりこうみんなにジビエを知ってもらうために店でやっぱり価格も抑えて出してるっていうのが今の現状です。もうちょっと食に対して関心持ってほしいというか、ファストフードの逆がスローフードみたいな感じなので、その食べてるものはじゃあどこからできて誰が作ってんだろうっていうのもこう関心を持ってもらおうみたいなものがあって、こういう名前に変えましたね。僕は結構掲げてるのは地産多消っていう、地産地消ってよく言うけど、やっぱうちの地元って結構やっぱもう観光客もいないし消費限度があると思うんですよ。じゃあどうするのって話ですよ。地産で育ったものを地消できるのかって話で、だったらもう他で食べてもらって、ここの野菜は美味しいよで、ここのジビエは美味しいよとかね、知ってもらった方がいいし、その町のアピールにもなると思う